イヤホーみんな息してる息しかしてない時マルコ・ポーロです。今日は地味だけど役に立つハイキングアイテム紹介していきたいと思います。私が使っている水筒ですね。はい、水筒を紹介したくて、この動画を回しています。で、もう結論言っちゃいます。これです。はい、これが私が使っている水筒。地味だけどね、これすごいアイテムで、ペットボトルなんですよ。で、ペットボトルの、エビアンの 750ml です。500でもありません。550でもありません。このエビアンの750というところがポイント。大きなポイントになります。で、今まで、いろんなね、水筒を使ってきました。で、山を登る時だけじゃなくて、やっぱりそのハイキングだったりとか、あとはその街中で仕事をする時に、ちょっとブラブラしながらカフェなんかをぶらつく時なんかも、水をですね、家から持っていくと。で、そんな感じで、水を持ち運ぶわけですけども、これまでね、一番最初はなんかこう魔法瓶みたいなよくあるようなステンレスのボトル、スリムなボトルみたいなもの持ち歩いていたりとか、で、それから山を始めてからは、ナルゲンボトルですね。ナルジーンっていう、ナルジンボトルっていうのがあるじゃないですか。口が広くて、かなりしっかりしたプラスチックで作られている、山用のね、ペットボトルです。で、あれはあれで、結構ね、高知とか行く人たち、本当にこう極地に行くような人たちは、ああいうものを使います。というのも、口が広いことによって、ちょっとお食事中の方には申し訳ないんですけど、テントの中でね、おしっこができない時にそこにおしっこをしたりとか、本当にエベレストとかね、そういうこう、超極地に行くような人たちは、そういう用途でも使ったりするし、だからその液体系をね、すべて入れると。で、そういう意味で、口が広いってことはいろいろ役に立つ部分があると。飲み物だけじゃなくて。実際そういうふうな、かなりね、実用的なところが、あれは含まれていて、で、圧力とか、耐久性、そういうものが、かなりね、高いっていうところで、いろんなところで使われているんですけど、やっぱりね、重いんですよ。重量が重いと。で、行き着いたのがこれなんですよ、結局。ペットボトル。普通の市販のペットボトル。で、だいたい 500ml が標準だと思うんですけど、これ重さがですね、30g ないぐらいです。28、29g ぐらいですね。で、もう水筒の部類の中でもう一番最軽量になってると。つまり、もう水を入れるとね、その水の重さがもちろん、入ってくるんですけど、それを外した容器だけを考えてみると、もう一番軽いのがこれなんですよ。で、最近は、ちょっとね、くしゃっとした、本当にこう、いわゆるメーカー言っちゃうと、イロハスとか、天然水とかね、あるじゃないですか、サントリーの。ああいうものって結構ペットボトルのね、外側がもう柔らかくなっていて、本当にエコボトルになってるので、くしゃっとね、手で潰せるような柔らかさになってるんですけど、その中でも、この結構ね、硬めのものがまだ残っていて若干。で、少し重くはなるんですけど、それがね、このエビアンなんですよ。で、もうラベル外しちゃってて、で、ペットボトルって、エコじゃないって思うじゃないですか。でもこれ僕ね、もう1年ぐらいこれ使ってるんですよ。で、中には水しか入れないのがポイントで、これでコーヒーとかお茶とか入れちゃうと、結構洗うのが大変になったりとか、匂いがついたりとか、汚れやすくなるんですけど、もう水しか入れないって決めてしまって、で、水だけで運用していくと。で、終わった後はね、ちゃんとこの辺を洗って、で、干しておく。そしたらもうずっと使えるんですよ。だから、これね、ある意味で、ペットボトルが、使い捨てでね、みんなその環境汚染とか環境破壊につながるとか、エコじゃないっていうふうに考えるかもしれないんですけど、使い方、超エクストリームにミニマルな使い方をしていけば、エコになり得るってことです。もうこれ1年ぐらい使ってますから。で、全然ね、へたらないし、大丈夫なんですよ。この、キャップもね、ちゃんともちろん防水なんで、もうバッグの中に適当に入れておいても大丈夫と。うん。これが本当にすごくて。で、容量も 750ml っていうのがポイントです。はい。で、500ml をこれまで使っていた時はですね、500ml、2本持つと大体1リットルになるじゃないですか。で、夏の参考で1リットルって、ちょっとね、厳しい時があるんですよ。で、お昼、コーヒー飲んだり、
食事したりすると結構水使いますよね。500ぐらい使いますよね。で、そうするとね、日帰りの山でも結構厳しくなる時があって、で、この750だと、もう1.5リットル、まあ、1.5リットルだね、になります。で、それで2本持っていくとちょうどいい分量になります。で、冬場とかね、秋口から春にかけての低山なんかはそんなに水分が必要がない場合があります。で、そういう時はね、750で足りるので、もうこれ1本だけを持っていって、この中で、コーヒー分と普通の行動中の飲料分という感じで、ちょうどね、いいんですよ。で、ちょっとね、まあ手でこう持つと太い感じにはなってるんですけど、まあ若干ね、かさばるんだけど、ちょうどバックパックのここにね、収まるようなサイズで、まあ実はこのコントアだったら、このポケットが広いので、ここにね、もう2本入ってしまいます。でもまあ、重量をね、分散するために一応分けて、両サイドに突っ込んでいく感じなんですけど、まあこれを使っていると。秘宝です。これね、エビアンの口に合いませんでしたね。これ僕エビアンに変えてから、これを使っていなかったことが判明して、秘宝です。これは合いません、ソーヤは。で、前使ってたペットボトルの口はこれあって普通に使えたんですけど、これもね、最近変えたんですよね。この新しいモデルに。でもしかしたらこっちの口が変わったのか、こっちのペットボトルの口が合わないかわかんないんですけど、ちょっとこれは秘宝です。ただ、まあちょっと無理やりやればいけそうな感じはする。で、大体、このペットボトル、このソーヤの口にね、合うので、これただちょっと今気づいたので、もしかするとこのエビアンのシステムを組み替えなきゃいけないかもしれません。これが使えないってことは結構ね、痛いです。で、これまで使えてたのになんでだろうって感じなんですけど、でこの新しいこの2つの環境になってからこれを試していなかったっていうのが、ちょっと問題ですね、これね。うん。まあでも、まあこれをでもまあ使わないくらいに、まあこれだけで十分にこと足りていると。で、2本持っていけば途中でまあ給水することほとんどないので、もうこれだけでですね、いけると。で、まあ1本でも冬山はいけるし、夏だとこれを2本入れていけば、これでこと足りるっていうことで、ペットボトルの水筒使っています。まあかなりね、地味ですけど、うん、軽くて、本当に 30g ないぐらいで、全然これ自体の自重がないので、だいたいほら、ステンレスのボトルとか、ナルゲンのボトルって重いじゃないですか。あれだけでね、もう結構ね、重量が 200g とか 300g とかあると思うんですよね。で、まあ、そういうこう、金属になればなるほど重量は重くなるので、やっぱりまあ、モバイルバッテリー1個とかスマートフォン1個分ぐらいの重量が重なってくるので、これであればほとんどこの容器自体の自重がないので、超軽量に水をどこでも持ち運ぶことができると。そういう理由でこれを使っています。なんかね、まあ結構水筒難民の方いるんじゃないかなと思っていて。で、まあもちろんこういうなんかちょっとこうチープに見えちゃうみたいなことがあると思うんですけど、そういうことを全く気にしなければ、このね、ペットボトルを再利用して水筒として使うっていうのはね、かなりね、いいアイデアだと思うんですよね。で、これもどこでもね、手に入るっていうのがポイントだし、ただね、このエビアンの 750ml は結構売ってるところが少ないです。だからこれを売っているドラッグストアがあったらラッキーって感じ。で、そこで僕はたまに仕入れたりしてるんですけど、なので、ちょっと探すのは難しいんですけど、だいたい似たようなスリムタイプのね、ちょっと長い 750ml だったりとかあるので、自分のお気に入りのペットボトルを見つけて、自分の水筒にしていくと。マイウォーターボトルにしていくと。そういうアイデアはいかがでしょうか。で、まあこれもう1年ぐらい使ってるんですけど、しばらく使ってきて、中がだんだん汚れてきたら、それで入れ替えるっていうのも簡単ですよね。で、本当にこうお金もかかりません。もうペットボトル買えばいいだけですから。だからそのわざわざね、水筒を何にしようかなとかって選ぶこともなくて、気分によって水筒を入れ替えることができるし、汚れたら簡単に入れ替えることができます。はい。なので、自分のね、お気に入りのペットボトル、水筒を見つけてみてはいかがでしょうか。ということで今日は簡単でしたが、地味だけど役立つアイテム、私の最近使っているペットボトル、ウォーターボトル紹介してきました。最後までご視聴いただきありがとうございます。それではまた次回の動画でお会いしましょう。チャンネル登録もよろしくお願いします。チャオチャオ。